グレート公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、お待たせいたしました。いよいよ明日 1.26 新宿フェイスを皮切りに開催されます G プロレスリング G-REX 初代王者決定トーナメントの出場選手会見を始めさせていただきます。私、司会を務めますリレット UWF リングアナウンサーの吉水貴弘です。最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。それでは早速出場選手にご登場願いましょう。 A ブロック出場選手エル・リンダマン。鬼塚一世。田中稔。松井大二郎。渡辺相馬。T ホーク。続きまして B ブロック出場選手カズ林。飯塚優。伊藤孝則。川上隆一。田村隼人。シーマ。
全12名の選手によるトーナメントとなっております。そしてステージ中央に置かれています光り輝くベルト、こちらが G プロレスリングの最強の選手に与えられるベルト G レックスです。どの選手の腰に巻かれることになるのか非常に楽しみです。それでは各選手よりトーナメントへの意気込みを語っていただきます。まずはエル・リンダマン選手、お願いします。2022年、1月26日、明日からついにこのグレートの、最初の大会が行われるということで、そしてその最初の大会が G レックストーナメント。今まで去年とかは、ユニット対抗戦が主だったんですけども、ここに来てシングルの最強を決定する、トーナメント戦ということで、ここでリンダマンの進化というか本当の価値みたいなのが、証明されるのかなと思います。去年はやっぱりユニット対抗戦ということもあってすごい周りに助けられたそんな1年だったと思ってるんですけども、この強い思いを持ってチャンピオンまで駆け上がりたいと思います。他の出場選手全員見ても僕に関係ない試合でも一つ一つがこのトーナメントの一つ一つがグレートにとって非常に大きな意味のあるそういう戦いになると思います。強い思いを持ってこのベルトを僕は腰に巻いてもっともっとこのグレートをプロレス界に広めていけるように頑張ります。皆さんぜひハッシュタググレートをつけて拡散してください。皆さんの一つ一つの投稿がやがて風になり、一つ一つの投稿がグレートという名の旋風をプロレス界に巻き起こすことになりますので、皆さんよろしくお願いいたします。2022年グレートエル・リンダマン、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして鬼塚一誠選手、お願いいたします。明日の1回戦、やっとこの時が来たなと今そういうふうに思っております。デビューして3年ずっと同じチームにいたリンダマンが明日は対角線上にいます。今のこの絶好調の文句なしのエル・リンダマンを俺が倒せばファンの皆さんも文句はないでしょう。明日がエル・リンダマンを超える時です。僕は明日を決勝戦だと思って戦います。対リンダマン、今それしか考えてません。トーナメントは待ったなしの一発勝負、何が起こるかわからない。明日楽しみにしててください。以上です。ありがとうございました。続いて田中稔選手、お願いいたします。僕はそんなに自分が根に持つ方とか結構面倒くさい人間とは思ってないんですけども、 SNS で、ストロングハーツとバルクオーケストラ以外のレスラーがその他レスラーっていう言われ方をされてたんでね、その言葉を借りるとしたらその他レスラー側からしたら言いたいことは山ほどあるんで、でも、その言いたいこともね結果を出してこそ説得力が生まれると思うんで、まずは明日の1回戦突破してシードで待ってるストロングハーツの選手の前に立とうと思います。以上。ありがとうございました。続いて松井大二郎選手、お願いします。はい、自分の中に染みついたストロングスタイルを貫き、そうですね、対戦相手に敬意を持ち戦いをリスペクトするその気持ちを忘れずにリングに向かいたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。続いて渡辺相馬選手、お願いします。自分は去年9月から12月まで4ヶ月、欠場してしまい、他の周りのみんなから正直周回遅れ以上の遅れを取ってしまったと自分は思ってます。
でも今年一発目からこの GLX 初代王者決定トーナメントが行われます。ここで俺はこのベルトを巻いて一気に駆け上がります。そしてグレートの中心に立ちます。以上です。はい、ありがとうございました。それでは A ブロック最後は T ホーク選手お願いします。はい、いよいよ明日から始まる GLX トーナメント。もちろん目指すところは優勝なんですが、このトーナメントは間違いなく番狂わせはないと思ってます。まずこのコメントの時点からその他のやつらからは力を感じない、エネルギーも一切感じない、ここが僕らとの差だと思うし、そこの差を今回は個人戦です。いつもはストロングハーツの T オークとして戦っていますが、今回は俺をこのトーナメントで貫いて、その先にあるものも見据えた熱い、画面の向こうにも届くような熱いトーナメントにしたいと思います。最後に優勝するのはこの俺 T ホークです。以上。ありがとうございました。それでは B ブロックカズ林選手お願いいたします。はい、グレートの初のタイトル G レックス、新たな私たちの目標ができました。このベルトをみんな取るために、これからは個人闘争に入ると思います。グレートの選手みんながこれを取ることに目指し戦っていく熱い戦いをしていきます。私の1回戦の相手は飯塚優。約1年前に出会い、一緒にずっと練習をしてきて、手の内すべてがお互いに分かっている相手だからこそできる熱い戦いで、俺たちの戦いを見せます。そして相手は飯塚優だけではない、他の試合ともこれは個人闘争で戦いだと思っています。その中で勝ち抜き、私カズ林が初代王者になります。以上です。はい、ありがとうございました。続いて飯塚優選手お願いいたします。その他のレスラーの一人として全試合秒殺で決めてやろうかなって、正直それぐらい頭にきてます。なので開幕戦から決勝の後楽園大会まで瞬きせずにご注目ください。以上です。ありがとうございました。伊藤孝則選手お願いいたします。去年のグレート G プロ、ストロングハーツとバルクオーケストラにほとんど話題持ってかれたからな。ムカつくけど、シーマの言っていたその他レスラー、こん中から新しい誰かが出へんと、グレートは2022年プロレス界でどんどんのし上がっていくためには誰か出てこなあかんやろ。
俺しかおらんちゃうか。そのためにここにおる全員認めさせて、ファンの皆様にも認めていただくには、この G-REX は絶好の舞台やから、まずは明日お芋大好きリーダー川上くんをぶっ倒して、2022年 G-REX 初代王者に俺はなって、グレートの顔になる。以上。はい、ありがとうございました。川上隆一選手、お願いいたします。おいおい、俺の1回戦の相手はお前は温室育ちのお前、ぬくぬく育ったお前、リデントのおい、サンバガラスの一匹や。おい、おめえなんてな、眼中にねえんだよこの野郎。おいおい、次の大阪ではシーマとの一騎打ちが待ってんだよ。おい、それからな、その次は隼人、そして準決勝決勝上がってくるであろうエルリンダマンにな、おい、年末の雪辱果たして俺が必ず川上 G-REX 隆一に俺がなるんだよこの野郎。おいおい、あとなんだっけ、伊藤だ。おい、おめえだよこの野郎。おい、ツイッターでお前気持ち悪いな。おい、大阪弁やってんじゃねえよこの野郎。おい、何がいてまうだこの野郎。おい、お前がなグレード入ってからな、誰かをいてもうたこと一回も見たことねえんだよこの野郎。おい、明日はな、俺がお前をいてまうさかい。はっ、それからね、お前の大好きなふりかけ持ってきてやったぞ。おい、俺からの選別だ。おい、これ食ってお前明日頑張れこの野郎。田村隼人選手、お願いいたします。リーダー、調子いいね。調子いいね。それと、おい、田中稔、今日夜だぞ。なんで夜なのにサングラスつけてんだよ。まあ、そんなことはいいんだけど、どうですか、皆さん。坊主の俺もかっこいいでしょ。まあ、1回戦、俺はシードで、飯塚優とカズ林の勝ち上がった方と対決するみてえだけどよ、本当にさっきのコメントを見てたけど、まあその他レスラーだなって感じのコメントだし、カズ林に関しては本当何言ってるか分かんねえし、話は長えし、ここにいる会場のみんなすげえ飽きてたぞ。お前そろそろ気づいた方がいいぞ。で、飯塚優、お前に関してはなんか会社に指示されたようなツイッターしかしてねえし、本当棒読みのコメントばっかで、本当にこの2人に関してはまあ準備運動ってとこで、まあ俺が見てるのは後楽園の準決決勝だな。まあ川上隆一には勝ち上がってそこで対決したいとこだけど、俺は年末ストロングハーツに恥かかされてるから、ここはシーマに上がってきてもらって、お前をまずぶっ潰して、向こうブロックはまあ順当にいけばエル・リンダマンか T オークのどっちかだな。この2人のどっちかぶっ潰して、今年は2022年は田村隼人の年にしてやるから、お前ら楽しみにしとけよ。それでは最後にシーマ選手、お願いいたします。まあ田村隼人がグレートに関して詳しいのはよく分かったけど、お前が今言ってたのはトーナメントの抱負じゃなくて解説や。まあいいよ、そんなことはいいよ。でもな、その他レスラーって言われてやっと今火ついたんやったらそれでいいじゃないですかね。いろんなスタイルあると思いますよ。目の前の敵をとにかく倒すスタイル、挑発するスタイル、挑発されるスタイル、
黙々と試合をするスタイル、それはプロレスラーやからいろんなスタイルがあっていいと思います。でもね、グレートは大きくなっていかないといけないんですよ。輪を広げていかないといけないんですよ。ストロングアーツは、シーマは挑発し挑発され、罵り合って輪を少しでも大きくしていって、このグレート G レックスのあのベルトめちゃくちゃ大きいぞ。あの大きなベルトの初代チャンピオンがこのグレートの一番なんや。それが一言も喋らない、沈黙をしてるレスラーかもわからん。でもな、それがグレートの道を決めるんや。明日の26日新宿フェイス、そして2月6日大阪梅田ステラホール、2月11日名古屋中村スポーツセンター、準決勝決勝はグレート初進出、2月22日後楽園ホール。ここでこの G レックス、このでかいベルトの初代チャンピオンが決まるんや。この中で誰が一番なのか決めたらええやないか。それがグレート G プロレスリングの道しるべになるんやったらな。でもな、その道しるべを作るのは絶対このシーマやからな。とにかくトーナメントは一発勝負や。若かろうがベテランだろうが関係ない。これだけの期間が空いてるんやから、一発勝負で全員にチャンスがあるからな。シーマの足元救えるんやったら救ってみろ。シーマを潰せるんやったら潰してみろ。でもな、2022年のシーマは一味違うぞ。ピリッとしてるからな。2022年2月22日、これだけ2が揃ってるんや。でも決めるのは一番のベルトや G レックスベルト。グレートの未来にご期待ください。はい、ありがとうございました。各選手どうもありがとうございました。続いて選手揃っての記念撮影へと移らせていただきます。ステージ上の準備に入りますので、選手の方は一旦ご退場を願います。
お待たせいたしました。準備が整いました。それでは再び選手にご入場いただきましょう。どうぞ。よろしいですか。はい。では、以上で記念撮影を終了させていただきます。選手の皆さん、長時間ありがとうございました。どうぞご退場ください。以上をもちまして本日の会見を終了させていただきます。明日 1.26 新宿フェイスを皮切りに行われます G-REX 初代王者決定トーナメント。明日の大会のチケットはすでに完売しておりますが、グレート公式 YouTube チャンネルにて生配信が決定しております。また2回戦が行われます 2.6 梅田スカイビルステラホール、 2.11 中村スポーツセンター、準決勝、決勝が行われます 2.22 後楽園ホールのチケットは各プレイガイドにて販売中です。すでに枚数が残り少ない大会もございますので、お早めにお求めください。それでは明日新宿フェイス大会、どうぞご期待ください。本日はありがとうございました。グレイトの2022年戦い始め。そろそろ誰が正真正銘のてっぺんか決めようじゃねえか。グレイトが誇るスタイリッシュで疾走感ある最高峰のプロレス、 G プロレスリングにシングルマッチ最高峰のベルトを新設。その名も G-REX。 G-REX 初代王座決定トーナメントは開催決定。グレイトの男たち全12選手による初のベルト争奪戦。 G-REX 初代王者をかけて争うのはこの男たちだ。おい、初代ベルトが作られるらしいな。初代ベルトを持つのはもちろんこの俺ストロンガーズからエルリンダマンがベルトを持ってプロレス界しっかり牽引していくから楽しみにしとけ。グレイトの初のチャンピオンベルトを取るのはこのカズハヤシだ。初代王者は初期メンバーのグレートの大将、この伊藤孝則しかおらんやろ。おい、俺は死に物狂いで必ずそのベルト取りに行くぞ。そうだ、俺がベルトを巻くのは必然だ。鬼塚一世人生初のベルトはグレート最初のベルトや。 G プロの一番を決めるトーナメントが始まるんだ。初代王者はこの俺 T ホークだ。黄金のベルト、あのベルトを巻くのは誰よりも僕がふさわしいと確信しています。よってトーナメント優勝して僕は黄金のベルトを腰に巻きます。
初代チャンピオンか。響きがたまんねえな。田中稔に任せとけ。このトーナメント必ず俺が優勝してグレートのトップに立ちます。2022年田村隼人がこのグレート引っ張ってってやるから、お前ら全員ついてこい。ついにベルト初代チャンピオンストロングハーツのシーマが勝負をかけるぞ。必ず優勝してあのベルトを巻いて俺の物語を前に進める。絶対に優勝する。こっからが俺の逆襲だ。トーナメントの開催日は1月26日新宿フェイス、2月6日梅田ステラホール、2月11日中村スポーツセンターで行われる。そして準決勝決勝戦は G プロレスリング、ついにプロレスの聖地進出、後楽園ホール。